アルベルト・アインシュタイン博士。アインは1、シュタインは石っていう意味だそうです。一石二鳥の一石さんですね。今日は一石さんとマハリシのお話です。こんにちは。全世界1000万人以上が学んだ超越瞑想を教えている森正也です。ご視聴ありがとうございます。今回はアインシュタインが言うところの相対性理論の話と、超越瞑想を世界に広めたマハリシ・マヘーシ・ヨーギーが言っている絶対についての話をします。世の中は相対性理論で説明できるというアインシュタインに対して、この世の中は絶対的なものの表現であるというマハリシの話について、どこがどうなっているのかを解説します。アインシュタインはご存知の方も多いと思いますが、相対性理論の天才博士です。私が興味深く思うのは、アインシュタインは相対について語っていて、超越瞑想を広めているマハリシは絶対について語っているということです。相対のプロフェッショナルの物理学者と絶対のプロフェッショナルの聖者の戦い。さて、どうなるのでしょうか。ハブとマングースの戦いか、あるいは可愛い孫とおじいちゃんの対決かという感じでしょうか。ちなみにマングースはハブの毒に対して耐性があるようですね。おじいちゃんは可愛い孫には一生勝てないと思います。さて、そういうわけで、両者がもし2人で話し合うとしたらどうなるのだろうという想像をしながら話を進めてみたいと思います。まずはマハリシです。超越瞑想と絶対理論を広めているマハリシが相対性理論についてどのように説明しているでしょうか。ちなみにマハリシは物理学の大学を卒業しています。今日の話は超越瞑想の本の45ページ、電子書籍版では第1部存在の科学の第1章、科学的な真実の中の存在、絶対であり相対でもあるのところです。内容に入る前に、アインシュタインの相対性理論について超簡単に話をします。というか、私がよく分かってないので簡単な説明しかできません。ちなみに相対と絶対については、相対というのは何かを他のものと比べて考えるということです。この本はこれより重いとか軽いとか何かと比較して考えます。それに対して絶対というのはどんな状況でも変わらないものです。1+1 は2ですね。これは絶対に変わりません。ただ、男性1人と女性1人を足すと子供ができるから 1+1 は3という人もいますね。イコール4、5、6っていう人もいますね。10はなかなかいないかな。絶対というのは絶対にないと言い張る人もいますが、そういうのは言葉の定義とか言葉遊びのようなものと思って先に進みましょう。アインシュタインの理論は、光の速さを一定とすると他のいろいろなものが説明できるということです。多分その理論だと時間も空間も重力も変化します。高速で移動すると時間は遅くなったり、物体が縮むという現象が起こります。不思議ですよね。特殊相対性理論の後に出た一般相対性理論では、重力が強い場所では時間が遅れるというような話もあります。太陽とか木星は質量が大きくて重力も強いので、その近くでは時間が遅くなります。遅くなりますって感じですかね。普段私たちには全く関係ない話ですけれども、カーナビで使っている人工衛星なので位置情報の計算の役に立っているんですね。アインシュタインはこのように宇宙の中で起こっているさまざまな現象は相対的で、そういう観点から見た時にだけ説明できるとおっしゃっております。相対というのは何かを他のものと比べることなので、比較することで説明ができるということですね。さて、一方で超越瞑想を世界に広めたマハリシ・マヘーシ・ヨーギー、存在
というものを主張して、すべてのものは存在の表現であると言っています。この存在というのは絶対的なものとも言われています。すべての源です。すべての源といっても、それは目で見ることができません。触ることもできませんし、見ることも泣くこともできませんというような何回も、私の動画で説明していますので、過去動画をいくつかご覧いただければと思います。先に進みます。存在についてはマハリシだけではなくて、古代のインドでも言われていましたし、他にも聖者と言われる人がそれについて語っています。表現方法は違いますが同じものです。存在について、世の中は相対的ですが、それは絶対的なものがベースとなっています。わかりやすく例えてみると、原子があります。水素と酸素がくっつくと水になります。目に見えているのは水ですが、それは水素と酸素からできています。水は氷になったり水蒸気になったりして変化しますが、水素と酸素はそのベースとして存在していて変化しません。そんな感じです。存在と言われているものは宇宙のすべてのもののいろいろな形や現象として現れています。つまりアインシュタインは宇宙のすべてのものは相対的であると言っていて、マハリシは宇宙のすべてのものは絶対的なものの現れと言っているようです。と、ここまで話をすると、なんか話が違ってないって気づく人もいるかもしれません。はい、実はその通りです。続けます。実はアインシュタインは光の速度は絶対的に常に一定であるという考えなので、このような全てが相対的であるとは言っていません。アインシュタインは相対性理論を使うと相対的な現象を説明できるという話をしているんですね。ちなみに光の速度について興味深い話があります。それはですね、高速で移動している車から光を前方に出しても、その光の速さは車の速さに足されないようです。普通ですね、例えば走ってる車からボールを前に投げると、そのボールは車の速さと合算されます。時速100キロの車から時速20キロの速さでボールを前に投げると、それを観測していた人はこの部分ですね、ボールは時速120キロのスピードだと観測します。ただし車が高速に近い速度だとそうはならないようです。光の場合には走っている車の上で光を出してもスピードは足されません。不思議なことに光はどのような時でも常に同じ速さで進むそうです。そういうわけでアインシュタインの相対性理論は相対的なもので説明ができるという理論ですが、その根底には光の速さは絶対的に一定であるという絶対理論とも言えるような定義があります。そしてマハリシですが、宇宙にある全てのものは相対的だという話は、実はマハリシも同じことを言っています。絶対なるものを存在と呼んだりしていますが、それは不変の絶対性を保ちつつも常に変化するこの宇宙の全てのものを表現しています。マハリシが言うには、アインシュタインも相対的なものの中に一つの基盤があることを知っていたということです。もしアインシュタインが統一場理論で突き止めようとしていた結論に自然科学が到達日が来るならば、全ての基盤として一つの定数が確立されるだろうとマハリシはおっしゃっています。いつか誰かが統一場理論を確立するのに成功する日はそう遠くないかもしれないとも付け加えています。今回の話はちょっと難しかったかもしれませんので簡単にまとめます。アインシュタインは相対的な観点から全てを説明できると言っていますが、全てが相対的であるとは言っていません。光の速さは一定で絶対的だと言っています。そのような基盤があると予想しているようです。一
一つの定数を確立しようと努めていたということですが、定数というのは例えば円周率の 3.1415926 のように円の直径を計算するときに必ず出てくる数字です。決まっているものなので定数です。料理が決まっているのは定食です。ということで、アインシュタイン VS マハリシは両者とも同じ話をしていたということで、今回は戦いにはなりませんでした。はい、今日の動画は以上です。もしこの動画が興味深かったと思われましたら、チャンネル登録やいいねで応援してくださるととても嬉しいです。また、超越瞑想に興味を持たれた方は、お近くの瞑想センターで無料の説明会が随時行われていますので、ぜひご参加いただければと思います。すでに超越瞑想を学ばれている方は、瞑想のチェッキングを受けるのもいいと思います。またコミュニティもありますので、ぜひご参加いただければと思います。説明欄に URL を貼っておきます。皆様のお役に立てるように、また皆様が楽しく過ごせるような動画を作っていこうと思います。本日もご視聴いただき感謝いたします。ありがとうございました。ジェグルです。